R36 のプロトタイプかって？実は全然違うんです。中国 EV なんです。ハイファイ Z、そのお値段、1200万円から1600万円。ハイファイレイバー？普通に懐かしいわ。というわけで、かなり独創的な外観を持った車です。早速見ていきましょう。なんだこの後ろ顔。良いか悪いかは別として、唯一無二ですわ。ヒューマンホライゾンズ社が送り出す、2代目となる EV。Z、実は仙台に、ハイファイ X という、これまた独創的な SUV がいるんですよ。こっちもこっちで動画を作る予定。それにしてもすごい後ろ姿だよな。鼻の穴みたいな黒いところもそうだが、何よりテールエンドへ向かうラインよ。そしてこの、GTR みたいな顔つき。というかフロントエンド、パクったんじゃねえの？空力を意識して、かなり寝ながら前に伸びていくラインが、特に R3 ゴートに通っているな。ちらっと覗くミシェランのロゴが、かろうじて現実性を保っていますな。こんな形状なので、空力的にはそこそこ良いと思いますが、細かい造形がどう効いてくるか。フロントフェイスで一番のポイントは、ヘッドライト下の、マトリックス LED だろう。電光掲示板じゃないですよ。いや、そういう風にも使えるんだけど、独自のテクノロジーで、ただ照らしたり光るだけじゃない、新たな価値をライトに吹き込んでいる。そして、ボディ外周に LED を散りばめたようで、ドアを開けると LED がダンスします。面白いのが、中国でしか売られてない車なのに、アルファベットを表示するんだよな。この車、3.15 メートルのホイールベースを持つようで、R35 より約40センチ長いです。一応はセダンだから、車内スペースの最大化ができるとともに、バッテリーの搭載容量としてもプラスだ。120kWh のバッテリーを搭載しています。参考程度にモデル3ロングレンジは、バッテリー容量が 79.5kWh、その航続距離は 700km に迫ると言われています。22インチのアルミホイールを履き、フロントサスはダブルウィッシュボーン、リアサスは5点式のマルチリンク。双方ともにエアサスを搭載するという、抜かりない足回り。四輪ソーダまでついてくるそうだ。調べた限りでは、5.75 メートルの最小旋回半径を実現する。0-100加速は 3.8 秒。車重は約 2.9 トン。672馬力。820ニュートンメーターの加速力だ。センサーで衝突を防いでくれる電動ドアは、ショーオフモードという、全部開け機能を搭載。ハイファイ X もそうだったが、テスラのモデル X に、打ち勝つほどの遊び心だ。B ピラーで開けられるようで、ブレーキペダルを踏むと、全部勝手に閉まるそうです。さあお待ちかね、内装紹介のお時間です。R36 がいつまで経っても出てこないうちに、中国に先を越されてるぞ。あの外観からイメージされる通り、ゲーミングマウスみたいな、カクカクさを意識したかっこいい内装ですな。センターメーターか。15インチのディスプレイに、ヘッドアップディスプレイ。そして気になりませんか？ディスプレイの取り付け部分、ただ固定されてるのではなくて、ダンパーというかなんというか、珍しい固定をされていますよね。まさか、中国 EV お得意の、画面回転ができるのか？それだけじゃないぜ。例えば、シートを動かすと、画面がこっちを向いてくるんですね。見やすい画角になるように、自動で調整してくれるわけか。そして何よりも、Kind of looks like a Backstreet Boys video, but still pretty cool. 全部英語なのを、投稿主は訳しているわけだが、手動調整もできるようだ。そしてこの UI、使いやすいと評価されていて、例えば下側に並んでいるのは、ショートカットメニューなんですね。画面のアンロックボタンがあったり、助手席用の音量コントロールがあったり、エアコンの温度を左右別々で調整できたり、真ん中で風量を調整できたり、一段階だけ変えたい時には普通に不便だが、わざわざメニューに行かなくて良いのは楽だな。まあここら辺、テスラも全く同じことをしているんですがね。GTR の見た目と、テスラの中身、この2社の融合が、この車の特徴を示す要素かもな。そしてこの車両の 3D モデル、アンリアルエンジンで作られてるらしいんです。高校生時代に、自分の時間を返上して、UE4 でゲームを作っていた私には、感動する要素です。ドアやトランクを、車内からコントロールできることは言うまでもなく、エアコンメニューに飛ぶと、物理的にカメラが移動する。一つのソフトウェアが、
常時動いている状態になってるんですね。どれだけ煙を含んだよって話だが、リア側のエアコンも操作できるようだ。そして何よりも面白いのが、ナビとメーター部分が内部システム的には分かれているらしいんですね。これにより、センタースクリーンが壊れたり、なんかの異常で使えなくなっても、完全に景気を喪失することはなくなるらしい。レクサスの電動ステアリングもそうだが、機械と操作系統との物理的な接続は、どんどん切っていく方向に進化するんだな。そしてテスラと違うところは、あちこちコストダウンするのを、ミニマリズムといって正当化するのではなく、LED やクリスタル的な素材を用いた、多層的な装飾によって、車内空間を彩っていることですね。美しいじゃないか。ドアの部分、カメラ式のミラーにはしなかったんだな。やろうと思えばできたはずなんですがね。それにしても、GTR 顔とは思えない2列目だな。そうです。後席の紹介に移るのですが、90度近い可動域を持つ観音開きがあっても、乗り込みは楽じゃないようです。SUV が売れてる時代には、ちょっと辛い要素だな。ドアを閉めようと思ったら、車内の上側のボタンを使うんですよ。5人乗りしようと、4人乗りを選べるようで、これは5人乗りです。動画の中でちらっと聞いた限りでは、4人乗り仕様は、日本円で約1200万円らしい。5人乗りにすると、わずかに安くなるようだな。可動式の真ん中のシートには、カップホルダーに加え、液晶モニターが付きます。エアコン操作はもちろんのこと、オーディオや、シートのリクライニングも選べるとか。さらに、23個のスピーカーを用いた、モリディアンとかいうサウンドシステムも標準で付いてくるようだ。窓の位置からわかる通り、リクライニングを倒すと、窮屈感が出てしまうようです。さらに、大容量バッテリーで、全体的に床下が持ち上げられているせいで、シート下に足を突っ込むスペースもほとんどなく、2列目の居住性は、外から見えるほど、快適ではないのかもしれません。そして中国 EV の侮れないポイントは、スコアで日本車をも上回る車種がいる、事故を未然に防ぐ能力。出た、クソデカセンサーな。テスラは出っ張ってこないよう、完全に埋め込んでいますが、このメーカーの開発者が言うには、カメラは外部に突き出させた方が、より広い視野を確保できるとのことです。デザイン的にマイナスになりやすい要素なんだが、まさかこの出っ張りが、これからの車のスタンダードになったりしないよな。とりあえず置いといて、翻訳する自信がないですが、実走行レビューと参りましょう。やっぱり独創的なデザインしてるよな。エヴァンゲリオンカラーに塗って、新東名のサービスエリアで展示してほしいレベル。どうやらこの個体、まだプロトタイプモデルらしく、一部の機能は使えないようなのですが、とりあえずスペック紹介といきましょう。さっき言った通り、モータートルクは前後合わせて820ニュートンメーター、車重約 2.9 トン。車体サイズがやっと出まして、前後に5036ミリ、横幅2018ミリ、前高は1439ミリ。さすがに重すぎるのと、馬力換算で500に届いていない程度だから、R35 ほど強烈な加速はないだろうな。さあ難しい領域の和訳ですが、どうやら意外なほど、ダイレクト感がある運転フィールだそうです。路面に吸い付くように全体が動き、ボディには合成感があり、機械としての動きをしてくれている様子。エアサスの乗り心地について、あんまり言及されなかったな。どちらかというと、ステアフィールは中国 EV の中でも、トップクラスに良いと言ってましたね。そして何より、この車を運転していて、様々な要素が新鮮だったそうです。例えばこの UI、テスラよりもカラフルで、見やすいと思いませんか？ 2 ヶ月後にはテスラを買おうとしてるのに、ちょくちょくディスるスタイル。あとこのパドル、そのまま操作すると、走行モードの変更ができるようです。そして、両方を引いたままホールドすると、回生ブレーキの設定になるとか。ワンペダルドライブだけで完全停止までいけるそうだが、まあこれ単体はグローバルスタンダードだし、言うほどの機能ではないな。そして加速とエアサスについて、ちらっと言及されていた限りでは、やっぱりそこまで加速が速いわけではない様子。ただエアサスの乗り心地については、同格を凌駕するレベルにあるようだ。GTR みたいな見た目と、ロールスロイスだかマイバッハみたいな、2列目の組み立ての中で、新時代 EV の新しい形を、ドカンと完成に突き刺さる形で、示してくれた一台でしたね。個人的な趣味から、中国や各種ベンチャーの新興 EV を、これからも紹介していきたいです。そして、車やゲームが好きなら、ちゃんと英語圏の動画も見て、リスニング能力だけでも趣味として鍛えるんだぞ。なんやかんや翻訳は楽しいゲームでした。チャンネル登録お願いいたします。では、ありがとうございました。